はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。最近では代替品ハンターとも呼ばれることもあります。何やら今度は回転寿司の魚べいで代替品アンテナが反応し、ブッチャーの中のジャーナリズム魂に気がつきました。今日は魚べいに行ってみます。それでは早速行ってみましょう。今まで数々の代替品を動画でご紹介してきましたが、今回は魚べいでメニューとして出しているとの情報が入ってきたので、いぶし銀銀丸を連れて行ってみます。魚べいのことなら俺に聞いてくださいと、なんだか自信ありげです。魚べいについて調べてみると、回転寿司だと思ってましたが、今は回らない次世代型寿司チェーンとして関東を中心に全国に展開しているそうです。店舗数で言うと、1位がスシロー612店舗、2位はま寿司554店舗、3位くら寿司504店舗、4位かっぱ寿司310店舗に次ぐ5位で156店舗となっています。もともと魚べいは栃木県宇都宮市で元禄寿司という名前で創業し、その後1990年に元気寿司に称号を変更。1999年に新ブランドとして寿司音頭を出店しました。しかしこの寿司音頭が無理な経営拡大によってうまくいかず、赤字に転落してしまいました。2011年に発生した東日本大震災で、震災直後に節電のために回転レーンをストップして高速レーンを設けたところ、売り上げが回転レーンと変わらないことが判明。寿司音頭を廃止して魚べいとしてリブランディングを行い、今現在の回らない寿司というスタイルになったそうです。なんといっても魚べいという名前、魚に米で魚べいってこれ以上わかりやすい名前あまりないですよね。ロゴはネタとシャリを表しています。これに気づいた時、とても衝撃を受けたのを覚えています。人生で初めて行った回転寿司は元気寿司だったので、なんだか魚べいには愛着があります。席について早速お目当てのものを注文です。すぐに来ました。レーンの新幹線が早すぎて到着シーンが撮れませんでした。今回のお目当てはこの本物まるでフェアです。いただきます。まずはまるでお寿司な三貫盛りです。これは数の子意識ですかね。味はメニューにも表記がある通りコーンマヨ味です。全く見た目がコーンマヨではないのに、ちゃんとコーンマヨの味をしています。戸惑いを隠せません。これが寿司かと言われると、今まで自分が食べてきた経験の中に答えがありません。続いてマグロを意識したトマトバジルです。脳が混乱しています。魚っぽさや食感を表現しているかと思いましたが、まさかのトマトバジル直球です。最後はサーモンっぽい人参オーロラソースです。今まで食べてきた寿司の概念をひっくり返されて、完全に脳みその中で寿司革命が起こっています。これは代替食品を使って再現とか寄せてるわけではないので、頭が追いつかない可能性があります。一旦ジンジャーエールを飲んで落ち着きます。次はウニ軍艦です。これは魚のすり身が使われているそうで、近づけている感じがあります。ウニではないですが、ウニに生まれ変わりたいという意思を感じ取ることができます。磯っぽさもありますね。そして焼肉です。動画でも紹介したことのある大豆ミートが使われています。これはこれでお肉としてというか、こういうものとしてだったらありですね。塩だれもレモンが効いていて美味しいです。続いて中トロです。今日初めての本物です。これはサスティナブル商品といって、生産から販売、消費、廃棄まで環境や経済にもこだわった商品で、この中トロも国産完全養殖で餌にもこだわった地球に優しい寿司です。しっかりと身もプリプリとしています。サスティナブルつながりでこちらのカニカマすじこも注文しました。代替品のカニカマにすじこが乗るだけで一気に本格的になります。お次は本物まるでフェアから大切りヒラマサを頼んだのですが、これに関しては本物ではあるもののサスティナブル商品でもなく、特にこのフェアにかかっているものではなさそうです。続いてよだれ鶏です。写真とネギの位置が違う気もしますが、もう満タイです。ピリ辛なタレがシャリにも合いますね。四川料理がうまく和と調和された日中コラボ商品になっています。ふと横を見ると、いぶし銀銀丸は夏の厳選メニューを食べています。特大うなぎやオクラの天ぷらなどがあり、一番美味しかったのは水だこで、一番夏を感じられたのは梅水晶とのことです。
こいつ普通に楽しんでいます。気を取り直してお次は桜肉とガリを注文です。これは馬肉の加工肉でニンニクが乗っています。ちょっと噛み切りづらいですが醤油とよく合います。馬肉の加工肉ということはおそらく脂肪注入などの加工がされた商品ですかね。最近馬肉の値段も上がってますからね。机に備え付けだったガリは今ではウイルス感染対策で注文制になっています。やっぱりガリがあると締まります。ついついいっぱい食べちゃう寿司屋のガリと牛丼屋の紅生姜ですが、こういったシステムだと食べる量も減りますね。続いて牛カルビです。油たっぷりの若々しいカルビですね。これは全国のわんぱく少年もにっこりです。そしてこのビジュアルに思わずテンションが上がっちゃうエビ天巻きです。尻尾付きが2個で胴体が1個だけということは、もう1匹の胴体はどうしたんでしょうか。尻尾だけの商品があるのかな。考え始めると今日の夜寝れなくなりそうです。しっかりボリュームもあってまずいわけがないです。天むすやカリフォルニアロールの系統ですね。ここで寿司と言ったら茶碗蒸しですよね。夏なので冷製茶碗蒸しをチョイスです。そしたらお寿司ルーレットが回せるようです。残念。冷製茶碗蒸しはカニ、イクラ、海ぶどうの三重視です。イクラと海ぶどうの食感が面白く、そこに程よい磯の塩味が効いています。結構量も多いですね。ただ本音を言わせてください。ブッチャーは茶碗蒸しはあったかい方が好きです。冷たいバージョンを食べたから気づく温かさのありがたみ。お腹もいい感じになってきたところで、夏の新商品盛岡冷麺を注文。冷えたスープにつるっとしたコシのある麺。トッピングもキムチ、卵、チャーシュー、ネギと申し分ありません。追加で柚子酢をかければ味が引き締まって柚子酢の酸味で爽やかになります。お腹もいっぱいになって満足です。するといぶし銀銀丸がここからが魚べいの本当の楽しみ方ですと何やら意味深です。ホットコーヒーを注文です。寿司屋で飲むコーヒー、落ち着きますね。一息ついたところで懐かしいデザートを発見です。あまおうクレープです。こんな感じのクレープ給食に出ていませんでしたか。ひんやりクレープが体をクールダウン。いちごの甘みとコーヒーの相性もバッチリです。もう気分はカフェテリアです。そして最後の締めは本物まるでシリーズからイクラなミニ丼スイーツを注文です。バニラムースの上にいちごボバと言われる海藻由来の膜でいちごジュースが閉じ込められたタピオカ状の粒が乗っています。初めて食べましたがプチッとした食感で中からジュワーっといちごが口の中に広がり面白いです。食感はタピオカというよりイクラに近いです。あれもしかして魚べいってカフェですかね。コーヒーメニューやデザートメニューのラインナップがカフェとして利用できるくらい豊富で、特に女性客にかなりハマりそうなお店です。いぶし銀銀丸が自分はよくコーヒー飲みに利用していますと、魚べいの楽しみ方が2つ先の角を曲がっています。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。魚べいいかがでしたか。回転寿司の進化が面白いので、皆さんのおすすめの回転寿司教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。